はいどうも、アバランゴです。ということで、今日は、ちょっと前になるんですけど、E3 に行ってきて、E3 のインビテーショナルの、裏話的なことできたらいいなと思って、ちょっと動画撮ります。例によって今回も一発撮りなので、なんか抜けてるとことか、なんかカミカミな部分は許してください。で、一応背景では、任天堂さんの公式のチャンネルのインビテーショナルの映像をとりあえず流しておきます。なんか概要欄から動画飛べるようにしとくんで、そこから飛んでください。で、今回のインビテーショナル、今までなんかスマブラって結構任天堂さんからは結構突き放されてたというか、なんかあんまり歓迎してくれてないコミュニティ、ガチ勢のコミュニティが歓迎されてないような感じが結構強かったんですよ。でもそれも4より結構前の話でも4からは結構だんだん寄り添ってくれてる感があったんですけど、今回のインビテーショナルでさらになんかガチ勢、いわゆるこのコミュニティにかなり寄ってくれた感がすごいあります。この映像とかももう本当にオフ大会、海外のオフ大会の様子っていうか、そこで撮ってるんですよね。もう知ってる人も何人かいるし、ボイドとかもイーサムとかも出てるんですけど、そういう映像を撮ってくれてる時点でかなりコミュニティに寄ってくれてるなって思いました。で、あとね、トッププレイヤーにちゃんとね、名前つけてインタビューしてるっていうところもね、なんかかなりプレイヤーを押してくれてるんだなって思います。イーサムね、狂ってるな。で、ですね、じゃあ何をしてたかっていう話ね。僕らがしか知らない話をね、ちょっとしたいなと思っています。で、僕金曜から、E3 の前の週の金曜から行って、いろいろインタビューとか、映像の撮影をしてました。で、インタビューは結構難しくて、なんか、あなたにとってスマブラとは何ですかっていう一言で答えてくださいとか、そういう質問とか、あなたにとってスマブラって何だと思いますか、一言で言うと何ですかみたいな、そういう類の質問がかなり多くて、初日そういう質問が多くて、本当に何答えればいいんだろうみたいな感じでしたね。今まで考えたことないからさ、スマブラとはなんか一言で。だから僕なんか、ライフとか戦うとか適当に言っちゃったんだけど、でもなんか映像見たらね、なんかうまいこと、この映像見たらうまいこと最後にみんなね、ファミリーって答えてくれて、うまい感じにまとまってました。だからコミュニティがファミリーだよっていう話をね、この映像で言ってます。で、あとはね、なんか変な質問で言えば、あなたのおばあちゃんに、スマブラをどうやって伝えますかみたいなことを言われて、無理やったな。そんな感じなの。初日のインタビューそんな感じ。で、あとは観光して、インタビュー、初日はそれで終わりか。で、2日目からは、結構撮影、なんか PV の撮影が多くて、どこやろうな。どっから PV 始まるんだろう。ちょっと待ってね。そろそろだな。このそろそろ始まるんですけど、PV、登場シーンみたいなのを撮ってました、結構。もうそれこそ、1日目か。なんか3日間ぐらいずっと撮ってて、しかもなんか、前日の時もなんか、会場入るシーンとかも撮ってて、これね、ゼロがこうやって電話を取るシーンもね、これもテイク10以上やってるからね。こんなことやってて。これをね、3日間かけて3日間以上かけてやってるから、あれなんだけど、俺のシーンがあるんだけど、俺の T シャツ、もう初日から着とるから、初日から撮影でそれ着てったから、
もう3日目とかそれ着てこいって言われて、まあ臭いわな。汗臭い T シャツでめっちゃ撮ってたからね。アルマーダで、次ですね、この僕のねライン入りの T シャツ、これ多分3日目ですね。多分3日も同じようなシャツ着せられてね、かなり不快だったんだけど、このジップ撮るシーンもね、僕何回も撮りましたよ。このシーンで、ね、使われてないのも結構あるんで。トイレにコントローラーを隠すためにさ、そのカメラマンたちがさ、トイレの水をさちゃんと止めてさ、後でちゃんと直さないとねとか言って、そんな感じで隠してました。まあ他にいい場所、なんか面白い場所がなかったからトイレになったけどこれも何回もやったね。なんか最初0じゃなくてラッキーが取ってたんだけど、ラッキーじゃなくて0に2日目か3日目かに変わって、それでね、これも何回も取ったこれ前日だね。前日撮って入り口でもこの立ってる外のこのシーンで本当はねもっといろいろやってたんだけどね、コントローラーぶん回した時は。でもなんかダメってもらったんだって。だから割とおとなしみになりました、この入場シーンで。そんなね撮影をずっとやってました。ずっとやってたんだけど、なんか後半グループ見るとね、すごい適当なんだよね。後半グループ絶対一発撮りで済んでるだろみたいな。これね、1回で終わるもんな、これ。なんか我々の撮影時間と比べて多分ね、超短いはず、こっち。なんでこんなに PV に差があるのかはよくわからない。あとインタビューの話もっとするか。インタビューあと、まあいろいろ受けたんだけど、オープンレック、ドワンゴ、日本のインタビューはそれぐらいで、他にもなんかね、どこに乗るか言えないけど、とりあえずインタビューするみたいなのもあって、まあ例えばなんか、スマブラ新作に期待するシステムは何ですかとか、なんか、メレーの人は4とか X あんまり好きじゃないけどどう移動すると思いますかとか、あとはね、なんか任天堂についてどう思いますかとか、そういうね結構突っ込んだ質問がかなり多くて、で結構興味深いなって思ったのが、マンゴーがなんか一度は我々コミュニティを突き放したのに、今となっておいでおいでみたいな感じで近寄ってくるのはなんか若干違うかなみたいなことも言ってたのは面白かった。確かにそういう視点もあるなとは思った。インタビューこんなもんですかね。インタビューについてはあとね、勝ってたらねもっとインタビューあったんだろうけどね、勝ってないからね。まあトーナメントの話しますか。トーナメント、この最初のグループ分けとかね。最初のグループ分けはね、あれなんですよ。もうすでに決められてたんですよ。俺はプラップ、ゼロはアルマーダみたいな、そんな感じで決まってて、で、勝ったら、上に行って、なんだろう、タイマンをするみたいな、そういうシステムだったから、俺の予想ではね、多分勝ってもタイマンで面白くなるような組み合わせにしたくて、ゼロアルマーダ、なんかもう最強コンビみたいな感じじゃん。で、あとレオマンゴーとかもね、多分そういう風にやりたかったんだなと思って、俺は多分プラップだったんで、そのせいというか、なんか多分1個下感あるじゃん、最上位から。だからそれでプラップになったんだろう。でもプラップはね普通にチームうまかったからね、組みやすかったです。ただね、リドリーがねこのステージ無理だ。このステージお手玉すぎて無理だった。で
裏話ね。そう。キャラ選びね。キャラ、なんで俺がカムイ、ミュウツー、パックマンなんやっていう話なんだけど、キャラ選べるの、1人3キャラまで。で、順番があるんですよ。いろいろ。くじ引きで、1から8までの番号を引いて、最初の1巡目は1から8まで。順番通り。で、2巡目は8から1まで。で、3巡目は1から8っていう感じで、まあ、割と、まあ、平等になるように選べるシステムがあったんですよ。で、僕、なんかずっと前からイカちゃん使いたい、インクリング絶対使うみたいなことを宣言しといて、ここで使えなかったのは僕が8を引いたからなんですよ。抽選の時に。だから、そういうことなんですよ。マンゴーがね、4番目か5番目でインクリング取られちゃって、なので僕は致し方なく勝てそうなミュウツーを、まあ、とりあえず1番目に拾って、まあなんかミュウツーね、結構いろんな人が人気というか使いやすい感じで使ってたから、とりあえず1巡目に取んないと取られるなって思ったからミュウツー選んで、で2巡目僕カムイを選びました。まあ普通に強いと思ってたし、カムイもね結構いろんな人使いやすいかなって思ってたから、とりあえず取りました。で、最後に、あれですね、最後に、パックマン。パックマンはどうせ選ばんやろってことで、どうせね、誰も使わないのを分かってたから、とりあえずパックマンを選びました。最後の24番目に。もう練習の時点でね、誰も選んでなかった。他の選手で覚えてる順言っとくとね、ラッキーが一番最初にマルス選んで、その後は分かんない。クッパかな。で、アルマーダは最初ポケモントレーナーかな。サムスかポケモントレーナーで、2番目どっちかで、最後忘れちゃったな。なんだっけ、カービィか。サムス結構早めに取ってた気がする。で、ゼロは最初にシーク取って、2番目にアイクだったかな。2番目にマリオか、さすがに。2番目にマリオな気がする。で、3番目にアイク。ゼロは7番目でした。くじ引きの順は。で、6、ちょっとね、近い人しか覚えてないから、6番目プラップでくじ引き。で、プラップはリドリーを選んで、2番目にピット、じゃない、村人そこら辺覚えてないな。1番目しか覚えてないな。まあ、それで、R 君最初クラウドを取ってました。クラウド、リュウ、リトルマックかな。ラッキー、マルス、フォックス、カバーザーか。で、レオは、ベオネッタ、ソニック、スネークって感じ。ベオネッタ、スネーク、ソニックかな。確か。マンゴーはインクリング、ガノンリンクかな。順番。確かそれで合ってる気がする。なんで、選べなかったんですよ、僕、インクリング。前日、練習させてもらったんだけど、もう一番練習したインクリングがもうすぐ取られちゃったんで、選べなかったんですよ。申し訳ない。でも結構ね、面白く動ける自信があったんだけど、そこはまあ、くじの運ということで、許してください。で、まあ、練習の話か。練習、そう、前日にやらせてもらいたいですね。この会場に行った時に。スプラトゥーンの大会の後。まあ、それも結構4時間ぐらい練習させてもらえて、本来だったらさ、結構リークのリスクとかがあるから、あんまりやらせたくないと思うんだけど、それでもなんか、ガチでやらせてくれて、で、キーコンも、まあ、本来だったら普通やらせてもらえないんだけど、明日までにはキーコン用意するから、ちょっと今日のうちに教えといてくれみたいなことを言われて、それで、キーコンはその翌日にやらせてもらえることになった。で、まあ、その時に僕らね、
今から任天堂がちょっと好きになる話をするんだけど、僕らは新キャラインクリングまでしか分かってなかったんだよね。リドリーをその時知らなかったんだよ。E3 の発表前だから、ダイレクト前だからね。で、リドリーいないまま練習させてもらって、で、翌日にそのダイレクトをみんなで見るわけじゃないですか。で、リドリーの発表がされるじゃん。で、そしたら、その直前の練習の時にリドリー使わせてもらえるようになって、なんかね、みんなと同じタイミングでね、リドリーの発表をね、楽しませてくれたことがね、すごいね、粋な計らいでね、嬉しくなりました。ロムにいなかったんだよ。初日のロムにはリドリーがいなくて、インクリングまでしかいなかったんだけど、次の日見たらリドリーが存在するみたいな感じ。でもうね、その後はもうプラップは、これは選ぶしかねえだろみたいな感じで一番最初に選んでた。まあね、すごいね、粋ですね。こんなになんか、めんどくさい、言ってしまえば超めんどくさいんで、ロムの設定変更するとかさ、めんどくさそうなんだけど、それでなんかやらせてくれて、リドリーの登場も楽しませてくれて、僕は結構嬉しくなりました。はい。まあ裏話、一番裏話これかな。絶対めんどくせえもん。なんかいろんなね、ルールとかもね、設定しなきゃいけないのにね、やってくれてすごい良かったです。はい。ということで E3 の裏話こんな感じかな。あとはなんかアメリカのプロジェクトマネージャーの JC と結構話したり、あと僕が桜井さん目の前にした時に一人だけひよってそわそわしてた、そんぐらいしかないですかね。まあ、本当に自分なんか一人だけ日本人だからどんな感じ思われてんやろうと思いながらなんかねビクビクしてて、何もね落ち着かなかったな、桜井さんの前だからね、特に話してはないです。握手させてもらってありがとうございますってだけです。そんな感じかな。 E3 の話。3日目僕3日目じゃない E3 の2日目になるのか。まあ、インビテーショナルの翌日もね結構なんかパス僕予約しなかったから、どうせスマブラプレイできないんだろうなって思いながら待ってたんですけど、でブラブラしてたら社員さんに入りますかみたいなことを言われて、ちょっと体験させてもらえたのが結構アドでしたね。いろいろさせてもらえた、練習させてもらえたし、なんか前日 E3 インビテーショナルの時って結構ある程度のレベルまで持ってきたかったから触れないキャラとかいたんだけど、そこでも結構触らせてもらえて、なんで他の人よりかなりプレイできてすごい良かったわ。はい。ということでインビテーショナルの裏話的な話はこんぐらいですかね。はい。ありがとうございました。またなんかこういうね、なんかイベントがあったら僕は参加したいと思うし、なんか裏話、まあ言えない話は言わないんだけど、なんか動画にできたらなと思っています。ありがとうございました。続きというか大会は見たかったら概要欄から飛んでください。ご視聴ありがとうございました。